こんにちは。今回はいちごのボトルホルダーを編んでいきます。使わないときはくしゅっと絞っていちごのバッグチャームに変身します。よかったら編んでみてください。ではこちらセリアさんで購入した糸で編んでいきます。いちごはトロピカルコットンとニューエンジェルコットンで編んでいきます。カラーナンバーは2011番で、かぎ針は3号から4号になっています。こちらのカラーナンバーは現在は2011番になっています。かぎ針は3号から4号です。ピンクの方は同じトロピカルコットンのカラーナンバー2012番です。いちごの花はロアンで編んでいきます。カラーナンバーは2番と8番で、かぎ針は4号から5号になっています。今回は4号で編んでいきます。ボトルは直径が約6センチです。それと今回はこちらの4ミリのパールビーズを使います。糸始末の時に手芸ボンドも使用しました。ではこちらから編んでいきます。では長編みの円を1、2、3と3段編んでいきます。まず輪の作り目からスタートします。人差し指に糸を軽く2回巻きつけます。3本のところをつまんで持ち替えます。輪の中に針を入れて糸を持ってきて引き抜いて軽く引き締めます。次の1段目は長編み12目でスタートします。まず立ち上がりの鎖を3目編んでいきます。1、2、3。これは長編み1つ分とカウントします。なのであと長編みを11目編んでいきます。針に糸をかけて糸を持ってきて2本ずつ引き抜いて2つ目の長編みですね。また編んでいきます。3つ目、4、5、12。では最初の鎖3目も合わせて長編みを12目編んできました。そしたら輪を絞っていきます。ほどけないように少し引き伸ばして、この糸端と同じところから出ている方の糸はこちらの内側の糸ですね。この糸を根元の方から右方向に引っ張っていきます。そして今度は糸端を持ってギュッと引っ張ります。こんな感じですね。そしたら最初の鎖3目の下から3目目。分かりにくいときは次の長編みの頭のすぐ右側の鎖目。ここですね。ここに針を入れて引き抜きます。
では2段目ですね。この段は12目それぞれに長編みを2目ずつ編んで、1周を12目から倍の24目にしていきます。まず最後に引き抜いたこの鎖3目の3目目、ここに2目編んでいきます。まず長編み1つ分の立ち上がりの鎖を3目編んでいきます。1、2、3。針に糸をかけて同じところ、下の段の鎖3目の3目目、ここに針を入れて長編みをもう一つ編んでいきます。これで下の段の立ち上がりの鎖3目に長編みが2つということですね。そしたら針に糸をかけて次の長編みの頭に針を入れて、ここにも長編みを2目編んでいきます。1、同じところに針を入れて、2、3つ目の長編みの頭に針を入れて、長編みを1、2、こんな感じで一周ぐるっと編んでいきます。では最初の鎖3目も含めて長編みを24目編んできました。そしたら最後は毎回最初の鎖3目の下から1、2、3、3つ目に針を入れて引き抜きます。では3段目を編んでいきます。この段は増し目と細編み1つを交互に編んで、1周を24目から36目にしていきます。最初の鎖3目と次の目に編んだ長編みの間は隙間が空きやすいので、最初増し目から編んでいこうと思います。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3。長編み1つ分ですね。針に糸をかけたら、さっきと同じように下の段の鎖3目の3目目、最後に引き抜いたところですね。ここにもう一つ長編みを編んでいきます。長編み、これが増し目ですね。そしたら針に糸をかけて次の長編みの頭、ここに針を入れて、ここは細編みを1つ、このパターンを繰り返し編んでいきます。次のところは増し目、次は1つですね。針に糸をかけて次の長編みの頭に針を入れて、ここは2目編んでいきます。1、同じところに2、次は1つ編んでいきます。次は2つ、次は1つですね。こんな感じで1周編んでいってください。では3段目編んできました。直径は約6センチになっています。ではここから増減なしで1目に1目ずつ長編みで側面を編んでいきます。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3。これは長編み1つ分ですね。針に糸をかけたら、鎖3目の立ち上がりの次の長編み、次の長編みの頭、ここに針を入れて長編み、また次ですね、次の長編みの頭、ここに針を入れて長編み、次はここですね。こんな感じで増減なく何段か編んでいきます。では側面をここから1、2、3、4、5と5段分。最初から数えると
8段目まで編んできました。ボトルを入れるとこんな感じです。ではループがほどけないようにマーカーを入れて休ませておきます。糸始末をしておきます。ではこんな感じにビーズを縫い付けていきます。では反対の方から糸を取って30センチくらいにカットしました。そしたら糸を少しほぐしてこの中の1本これを引き抜いていきます。ビーズの穴に入るくらいの針に糸を通します。そして玉結びを作っておきます。ではこんな感じにビーズを縫い付けていきます。今まで編んできた糸は巻き込まないように手前に置いておきます。つけたいところに裏からこういった隙間ではなくて糸が重なっているところですね。こういうところの糸を割って針を通します。そしてビーズを持ってきてこの近くの糸を拾って1回目ですね。でもう一度ビーズに糸を通していきます。これでしっかりついてくれます。こんな感じですね。次はこの辺りにビーズをつけたいんですけども、距離があるので裏のこの辺りで糸を通しておきます。編み地が釣れないように突っ張らないようにしてもう一度ここを拾って固定しておきます。こんな感じですね。そして次のつけたいところに糸を割って2回糸を通してでこんな感じですね。こんな感じでつけていってください。糸が短くなってきたら裏で玉留めします。そして少し糸を通しておきます。ここでカットします。ではこんな感じでつけてきました。では次はネット編みなんですけども、その前にバックチャームとしてぶら下げる時のループを編んでいきます。ではここのマーカーを外して最後につないだところをほどきます。針を戻してここからループを編んで最後にここにつなぎます。ではループを鎖編みで編んでいきます。1、2、
3。では50目で約19センチ編んできました。そしたら鎖編みがねじれてないことを確認したら、この足元の長編みのこの頭の手前の1本とその下の斜めの1本、ここに針を入れて引き抜きます。こんな感じのループですね。そしたらここの最初の鎖3目の下から1、2、3、3つ目に針を入れて引き抜きます。こんな感じです。では続いてネット編みを編んでいきます。今回も細編みと鎖12目で編んでいきます。まず細編みからなので、鎖1つで立ち上がります。足元の鎖3目の3目目、さっき引き抜いたところですね。ここに針を入れて細編み、そして鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12目編んだら次から数えて1、2、3、4、5。5目飛ばした次のところ、次の長編みの頭を拾って細編み。こんな感じですね。これを繰り返し編んでいきます。また鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12目編んだら次から数えて1、2、3、4、5。5目飛ばした次のところに針を入れて細編み。こんな感じで編んでいきます。ではここから1、2、3、4、5と5回編んできました。最後6回目はここをつないでいきます。最後のつなぎ方は毎段同じようにつなぎます。まず鎖を5目編んでいきます。1、2、3、4、5。5目編んだら最初の鎖12目のところを持ちます。そして針に4回糸を巻きつけます。1、2、3、4。4回巻きつけたら、ここの最初の細編みですね。この細編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。そしてこの右の中指でこの巻いてきた糸を針先の方に持っていきます。このまま針先の方で編んでいきます。糸をかけて2本だけ引き抜きます。これを繰り返します。かけて2本、かけて2本、かけて2本。で、最後、糸が2本になったら、この下の2本を持って、かけて2本。という感じでつないでいきます。では2段目ですね。ここから同じように編んでいきます。まず鎖1つで立ち上がります。足元のスペースに針を入れて、糸を持ってきて細編み。そして鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12目編んだら次のループに針を入れて糸を持ってきて細編みで留めておきます。この繰り返しで編んでいきます。また鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
12、12目編んだら次の輪っかに針を入れて糸を持ってきて細編み、こんな感じで編んでいきます。ではここから1、2、3、4、5と5回編んできました。また最後6回目同じようにつないでいきます。では2段目の最後ですね。さっきと同じようにつないでいきます。まず鎖を5目編んでいきます。1、2、3、4、5。5目編んだら、この段の最初の鎖12目のところを持ちます。そして針に4回糸を巻きつけます。1、2、3、4。4回巻きつけたら、最初の細編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。そして右手の中指でこの巻いてきた糸を針先の方に持っていって、針先の方で編んでいきます。かけて2本、かけて2本、かけて2本、かけて2本。で、最後2本になったら、下の2本を押さえて、そしてかけて2本引き抜きます。こんな感じですね。そしたら3段目も2段目と同じように鎖1つで立ち上がったら足元のスペースに針を入れて細編みでスタートしてまた12目鎖12目ですね。そして最後は同じようにつないでいきます。こんな感じでお好きな高さまで編んでいってください。では1、2、3、4、5と5段編んできました。ではまず持ち手から編んでいきます。今回も前に編んだものと同じ編み方で編んでいきます。まず鎖1つで立ち上がったら足元のスペースに針を入れて細編み、そして持ち手の鎖編みを編んでいきます。1、2、3。では50目で約19センチ編んできました。では鎖編みがねじれてないことを確認したら、次のスペースに針を入れて、糸を持ってきて、細編みで留めておきます。これが持ち手ですね。そしたら今度は縁編みを編んでいきます。ここは鎖を6目で編んでいきます。1、2、3、4、5、6。6目編んだら次のスペースに細編み。もう一度編んでいきます。1、2、3、4、5、6。6目編んだらまた次のスペースに細編み。こんな感じですね。そしたらまた持ち手を編んでいきます。さっきと同じ鎖目の50目で編んでいきます。1、2、3。ではこちらも50目編んできました。そしたら次のスペースに針を入れて、糸を持ってきて、細編み。そしてまた縁編みを編んでいきます。1、2、3、4、5、6。6目編んだら次のスペースに針を入れて、細編み。また、1、2、3、4、5、6。6目編んだら1周ですね。最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜きます。ではここでカットして割ってもいいんですけども、もう一段編んでいきます。鎖4目と細編みを持ち手に編んでいきます。まず鎖1つで立ち上がって、足元の細編みの頭に針を入れて細編み、そして鎖を4目編んでいきます。
1、2、3、4。4つ編んだら、この持ち手の鎖を拾って、糸を持ってきて、細編み。こんな感じですね。これを繰り返し編んでいきます。また鎖を1、2、3、4。4目編んだら、この持ち手を拾って、糸を持ってきて、細編みで留めておきます。こんな感じでしばらく編んでいきます。では鎖4目をここから1、2、3、4、5、6、7、8、9と9回編んできました。では最後の10回目を編んでいきます。まず鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4。4目編んだら、ここの細編みの頭に針を入れて、細編み。こんな感じの持ち手ですね。そしたら次は縁編みですね。鎖6目の縁編みのところ。ここは鎖6目と細編みで、この下と同じように編んでいきます。まず鎖を6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6。6目編んだら、次の細編みの頭に針を入れて、細編み。また鎖を1、2、3、4、5、6。6目編んだら、次の細編みの頭に針を入れて、細編み。こんな感じですね。そしたら次の持ち手ですね。ここはさっきと同じように、鎖4目と細編みで編んでいきます。まず鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4。4つ編んだら、この持ち手の鎖を拾って、細編み。こんな感じで同じように編んでいってください。では残りの縁編みのところも2回編んできました。これで1周ですね。そしたら最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。そして糸処理分残したところでカットして引き抜きます。では糸始末をしておきます。この辺りに何度か糸を通して最後に手芸ボンドで固めようと思います。少し糸を残したところでカットしてこちらの手芸ボンドで固めていきます。ここまででこんな感じです。では、いちごのヘタの部分を編んでいきます。いちごをくるっと逆向きにして編んでいきます。編み始めは、このループの右の鎖3目の立ち上がりですね。この鎖3目の立ち上がりのすぐ右の長編み、ここからスタートします。では編んでいきます。立ち上がりの鎖の右の長編みの頭、ここですね。ここに針を入れて、ヘタの糸を持ってきます。まず細編みから編んでいきます。細編みなので鎖1つで立ち上がります。同じところに針を入れて細編み。
そして鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら、次の立ち上がりの鎖3目と、次はループのところですね。ここを飛ばした次のところ。1、2、2つ飛ばした次のところですね。ここですね。ここに針を入れて、細編み。そしたらまた鎖を3目編んでいきます。1、2、3。次と次を飛ばした次のところ。頭を拾って、細編み。1、2、3。次はネット編みが入ってますね。ここの細編みが1目分。1、2、2つ飛ばした次のところ。ここに針を入れて、細編み。こんな感じで2つ飛ばしで編んでいきます。では1周編んできました。最後鎖を3つ編んだら、最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。いちごのところが1周が36目で、今編んだところが1模様3目なので、この鎖3目が全部で12回編めています。では2段目でヘタを編んでいきます。ここの次のスペースから編み始めたいので、鎖を1つ編んで、次のスペースに針を入れて、糸を持ってきて、引き抜いて移動して、ここから編んでいきます。まず細編みから編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、足元のスペースに針を入れて、細編み。そして鎖を2目編んでいきます。1、2。2つ編んだら、次のスペースに長編みを4目と、その間に鎖を挟みながら編んでいきます。針に糸をかけて、次のスペースに針を入れて、長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、鎖、長編み。これで長編みが4目と間に鎖が1つ入ってますね。こんな感じで編んだら鎖を2目編んでいきます。1、2。そして次のスペースに針を入れて細編み。こんな感じですね。これを繰り返し編んでいきます。細編みを編んだところは、次は長編みのところですね。鎖を2目編んでいきます。1、2。次のスペースに長編みを1つ。そして鎖。2つ目、鎖。3、鎖。4、長編みが4つですね。そしたら鎖を2つ編んで、次のスペースに針を入れて細編み。こんな感じで編んでいってください。ではぐるっと編んできました。最後鎖を2目編んだら、最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。ここで糸をカットして引き抜いておきます。糸始末をしておきます。こんな感じです。では紐をこんな感じに編んでいきます。まずこちらの糸でいちごの花を編んでいきます。では黄色で中心のところを編んでいきます。まず輪の作り目から作っていきます。人差し指に糸を軽く2回巻きつけます。3本のところをつまんで
持ち替えて、糸を持ってきて、引き抜いて軽く引き締めます。そしたらこの輪の中に細編みを5目編んでいきます。鎖1つで立ち上がって、細編みを1、2、3、4、5。5目編んだら中心の輪を絞っていきます。糸端と同じところから出ているこちらの内側の糸を右方向に引っ張っていきます。そして糸端を持ってぎゅっと引っ張ります。そしたら最初の細編みの頭に引き抜いていきます。最後から数えて1、2、3、4、5。ここが最初の細編みの頭ですね。ここに針を入れて引き抜いて糸をカットして引き抜きます。そしてこのカットした糸を引っ張って引き締めておきます。では次は白い糸で花びらを編んでいきます。最後にカットした糸を引っ張った右の鎖目のところから編んでいきます。この最後の細編みの頭ですね。ここに針を入れて白い糸を持ってきて、ここから編んでいきます。まずこの糸を少し引き伸ばして、中長編み3目の玉編みを編んでいきます。針に糸をかけて、同じところに針を入れて糸を持ってきます。あと2回していきます。かけて、2回目、かけて、3回目。3回糸を持ってきたら、かけて一気に全部引き抜きます。そして鎖を2目編んでいきます。1、2。また同じところに針を入れて、糸を持ってきて引き抜きます。1枚目の花びらですね。そしたら、この糸をちょっと引っ張って、次はここですね。次のところに針を入れて、引き抜き編みで移動します。で、少し引き締めておきます。ここにまた同じように編んでいきます。少し引き伸ばして、同じところに1、2、3。そして引き抜いて鎖を2目ですね。1、2。足元の同じところに針を入れて、糸を持ってきて引き抜きます。2枚目の花びらですね。ちょっとちっちゃいので編みにくいんですけども、こんな感じで編んでいきます。そしたらまた次のところですね。次の細編みの頭に針を入れて、引き抜き編みで移動して、できたら少し引き締めます。そしてまた同じように編んでいってください。こんな感じで5枚の花びらを編んでいってください。では5枚編んできました。鎖を足元に引き抜いたところまで編んでいます。そしたらここで糸をカットして引き抜きます。カットした糸をとじ針に通したら、最初の花びらの足元、ここの細編みの頭ですね。ここに針を入れて、向こうに持っていきます。そして裏の方で糸始末をしておきます。中心の黄色い糸は裏で肩結びをして
カットして、ここの結び目のところに手芸ボンドで固めておきます。ではこんな感じにできました。では赤い糸で紐を編んでいきます。花びらと花びらの間のくぼんだところの後ろ側の方ですね。ここに針を入れて、何本か糸を拾って、この赤い糸を持ってきます。で、最初だけは糸端と一緒に鎖を1目編んでいきます。鎖を1つ。そしたらこの糸端は下に下ろして、ここから鎖を編んでいきます。では鎖編みを50目ほど編んできました。そしたらこちらにもお花をつけたいんですけども、つけると紐が通せないので、ここで糸を少し長めに残したところでカットします。ではここがほどけないように少し引き伸ばして太めのとじ針に通します。では紐を通していきます。ここの立ち上がりの鎖3目のここの上のスペースですね。ここから順番に通していきます。隣で一周ですね。では針を戻してお花をつけていきます。花びらと花びらの間の糸を何本か拾って、そして引き抜きます。念のため鎖を1つ編んで、ここで引き抜きます。ここの糸始末も何度か糸を通して最後に手芸ボンドで固めようと思います。カットして、でカットしたところに手芸ボンドをつけておきます。ではピンクの方の編み方です。円を4段編みます。側面は赤い方と同じ増減なしで5段編みます。こちらは長編みのところが1周48目で、ネット編みは1模様6目なので、ここから1、2、3、4、5、6、7とネット編みを7回編んで、8回目のところでつないでいきます。縁編みの鎖6目のところは3回編んでください。あとは同じように編んでください。では完成です。よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。